ご視聴ありがとうございます。今回は JR 中央線のグリーン車増結に伴って行われているホーム延伸工事の今をご紹介します。今週末に迫る工事と少ない土地に必要な長さを取るために繰り出される奇策の数々をご紹介します。まず最初に一連の工事の概要から。最大10両編成で運行されている中央線の通勤電車にグリーン車2両を連結、最大12両編成で運行する計画が発表されました。重要なのは普通車をグリーン車に置き換えるのではなく純粋な増車になる点です。対象区間は JR 中央線の東京大月間と青梅線の立川青梅間です。これらの駅には最大12両が入線することから対応する工事が必要となりました。車両関係の動きは別の動画でご紹介するとして、今回はホームの工事をご紹介していきます。最初にやってきたのが中央線の起点、東京駅です。中央線の長い道のりはここから始まります。この駅の下り方には1両分程度しかスペースがなく、12両は発着できないように見えます。ところが上り方にはおよそ2両分のスペースがあります。そこに E353 系が到着です。新宿発着の印象が強い中央線の特急ですが、実は東京駅には以前から特急列車が最大12両で乗り入れており、ホームはすでに12両に対応しているのです。今回の12両編成化では、東京駅のように延伸工事が発生しない駅もあり、すべての駅で工事が必要なわけではありません。ただし、このような駅はもちろん少数派です。隣の神田駅では、上り方と下り方の双方でホームの延長が進んでいました。上り方では、屋根の支柱とおぼしき鉄骨も見えています。駅前後にスペースがあり、そこにホームを設置するだけなので楽に見えますが、実はそうでもありません。駅の外に出てみましょう。高架橋の表面が綺麗に作り変えられているので分かりづらいですが、上り方に行ってみると、この駅が抱える事情が見えてきます。外装の裏を見ると、随分と古びたレンガが顔を覗かせます。そして側壁には架線柱の跡があり、足元には基礎の部分がそのまま残っています。線路脇には架線柱の根元が残っている部分もあります。そしてその横には最近増えてきた金属製の架線柱が立っています。この辺りの高架橋は1919年に建設された中央線はもとより JR 東日本の中でも相当に古い部類のものです。ホーム延伸に先立って耐震改修を行うことになり、それに伴う調整に時間を要していました。さらにややこしい状況なのが、隣のお茶の水駅です。この駅では、駅そのものの改良工事が行われています。土地の制約からホームが狭く、バリアフリー化も遅れていたため、線路の上の階層に人工地盤を設けた上で新しい駅舎を建設するという大掛かりな工事が進んでいます。そしてこの駅の上り方では、中央総武線各駅停車と立体交差しています。今私が乗っている下り線は比較的緩やかな勾配ですが、各駅停車をくぐる上り線は一旦高さを下げるため、かなりの急勾配になっています。駅の上り方では、中央線上りが23%ミル、各駅停車が33%ミル。これらの勾配がそのままホームにかかっているわけではありませんが、一部はご覧の通りホームにもかかっており、上り方の一部では、ホームに段差が生じ、間が階段で繋がっています。一番端の部分では階段も設けられないほどの段差になり、フェンスで仕切られています。この勾配のせいで、この駅では下り方にホームを延伸することになりました。ホームの端にある階段は幅いっぱいにはなっておらず、外側にはホームのために空けたスペースがあります。外側には、すでにホームの土台や屋根とおぼしき部材が設置されており、これらは駅西側にある橋の上からも見下ろすことができます。ところで、先ほどご紹介した駅改良工事が決定したのは、今から10年余り前。その頃はまだ12両編成化の計画はなく、駅の改良途中でホームを延伸することになったため、調整に時間を要しました。もともと用地が狭く、すぐ北側には川が流れている地形の関係上、難易度の高い工事になりそうです。そしてこの駅から、中央線各駅停車と並走します。12両化の対象は今私が乗っている快速線のみで、並走する区間の各駅も、快速線のホームだけが12両対応になります。途中の高架区間では、双方のホームが島式となっており、駅前後のスペースを活用してホームの延伸が進められています。両側に延伸する駅もあれば片側に延伸する駅もあり、各駅の違いが興味深いです。
少々様子が異なるのが、各駅停車の終点、三鷹駅です。留置線の12両化はすでに済んでいますが、その先では、上下線の間にある分岐器の移設が行われていました。三鷹駅にはかつて11両の特急が停車していたため、ホーム自体は11両まで対応しています。また、三鷹車両センターには12両編成の車両が入庫することがあり、線路自体は12両に対応しています。ただし、ホームを12両対応にするため、既存の分岐器の移設が必要になったのです。駅の西側は車両センターにつながる線路がひしめいており、それらを移設するよりは容易に済みそうですが、列車が徐行することになるのがネックです。ただ、これまで見てきた駅は、いずれも既存の敷地内で工事ができる駅ばかり。思ったほど難しい工事ではないのでしょうか。実は、今回の一連の工事は、都心部よりもむしろ郊外の方が、一筋縄ではいかないのです。その最初の駅が、三鷹駅の隣にある、武蔵境駅です。この付近は2009年までに高架化された区間です。当時はホーム延伸は見込まれていなかったため、延伸部分のホームは高架橋の外から立てた柱で支える構造になっています。そしてこの駅のホームは相対式で、延長される部分は上下線で互い違いにずれています。そして隣の東小金井駅は、中線を有する2面3線の国鉄型廃線の駅です。ホームは下り方に延伸されていますが、注目すべきは、中線と下り線とを結ぶ渡り線の部分。線路の左側に枕木が伸びているのがわかります。実はこの渡り線、ポイントが延伸部分のホームと干渉するため、元の位置よりも下り方に移設されたのです。それに伴ってポイントが付け替えられ、下り線と合流する手前では、線路が右に小さくカーブしているのがわかります。そしてこのホーム、下り方だけに延伸されているように見えますが、下りホームは上り方にも数メートルだけ延伸されているのです。ずれたホームや少々変わった線形は、今ある土地にホームを収めるための苦肉の策と言えそうです。ところが、これをもしのぐ駅は、実は中央線内ではなく、途中の立川から分岐する青梅線内にあります。立川駅は4面8線の駅で、そのうち3面6線を中央線と青梅線が使用しています。このうち中央線側では、対比線にあたる4番線と5番線が12両にわずかに足りないため、ホームを若干延長する工事が進められています。一方、青梅線側のホーム、1番線と2番線でも12両化が進んでいますが、青梅線系統では少々複雑な状況になっています。現在、10両編成が入線しているのは、立川から青梅までの区間。それ以外の区間の有効帳はご覧の通り。これらの区間には、延伸の予定はありません。E233 系には、6両と4両に分割できる編成があります。その場合は6両側にグリーン車が増結されますが、すべての編成を対象にすると、6両までしか入線できない区間を4両に減車せざるを得なくなるため、6両のうち一部は増結の対象外となり、青梅線内折り返し列車は10両が基本となる予定です。その一方、中央線直通列車の一部が、青梅線内折り返しの運用に入る場合があり、立川駅の1番線と2番線が12両化されているのは、そのような運用を今後も残すのが目的のようです。青梅線内でも工事は着々と進んでいます。島式ホームの端から延伸している駅もありますが、実はこの中になかなか大変な工事を強いられた駅があるのです。それが、五日市線と分岐する拝島駅の隣の牛浜駅です。ホームの上り方にはすぐ踏切があるため、下り方にのみ延伸されていますが、下り線が少々左に膨らんでいるのがわかるでしょうか。そして、元々あったホームの一部が新しいものに作り変えられているのが見えます。実はこの駅、元々あったスペースだけでは線路間隔が狭すぎたため、下り線を最大60センチ移設して、ホームに必要な幅を確保したのです。この工事は終電から始発だけでは施工しきれなかったため、今から1年ほど前に一部時間帯を運休にした上で工事が行われました。所要時間は最小限に抑えられましたが、工事区間にかかっていた踏切が通行止めになるなど、近年の工事の中では珍しいものとなりました。それよりも大胆な工事は、実は青梅線のさらに先、青梅駅で行われていました。青梅駅はもともと1面2線でしたが、北側にホームを増設して2面3線にする工事が行われていました。この駅では運行系統がほとんど分離されており、接続列車の乗り換えの利便性を高めることが目的です。その途中で12両化の計画が決まったため、計画を修正する必要が生じ、
工事が長期化しています。駅の西側では分岐器が集中しているだけに、そのインパクトはお茶の水駅よりも大きなものとなっています。踏切の向こうにある分岐器から構内に伸びていた線路を一線潰してホームにしていますが、この踏切に近いところにまで12両分のホームがせり出してくる予定です。3線のうち、奥多摩方面に繋がらない北側の線路は、車止めの手前で大きく曲がっています。これは、奥多摩方面に繋がる他の2線を設置するスペースを確保するのが目的です。踏切のこちら側に残されている分岐器の左側に地表を掘り込んだ跡がありますが、これは線路をこちら側に振るための準備。先ほど見た踏切も、すでにそれを見越した位置に遮断機が設置される準備がなされています。こうして見ると、将来の線形がイメージできますね。線路とホームを増設する駅がある一方、それと異なる方向へ進む駅もあります。それが、青梅駅の一つ手前の、東青梅駅です。上り方には踏切があるため、下り方にホームを延伸する必要があります。ところがこの駅の場合、そのままでは延伸できないのです。実は、先ほど青梅駅の手前に単線区間が見えていましたが、あれはこの駅の直後から続いているもので、ホームのすぐ向こうには分岐器が設置されているのです。牛浜駅のように線路を移設してしのぐことも、土地が狭すぎて不可能。そこで JR が取った方策のヒントが、実は上り方に姿を現しています。ホームの向こう、踏切の奥には、上り線側に分岐器が設置されています。青梅駅で見かけたものとは異なり、こちらは新しく設置されたものです。そしてこの分岐器は、将来下り線と接続され、駅構内は単線化される予定です。ホームを増設するために営業線を減らすのは、この駅のみです。ただし、現在この駅では、列車の交換が頻繁に行われています。構内を単線化することで線路容量が減り、列車交換が不便になるのをカバーするためと言われているのが、さらに隣の壁駅で行われている、ホームの新設工事です。かつては一面2線の駅の南側に留置線がありましたが、この線路の脇にホームを増設する計画です。増設されるホームは土台がおおむね出来上がっており、階段の骨組みも姿を現しています。橋上駅舎の拡張と合わせて、2023年3月に完了予定です。かつてホームの拡幅という転機を迎えたこの駅は、さらに大きな転機に直面することになりそうです。そう、先ほどのカットで映っていた屋根、少々違和感がないでしょうか。実はこの駅、かつてはもっと幅の狭いホームだったのです。後から拡幅したものの、元のホームの痕跡は随所に残っており、場所によっては展示タイルもそのまま残っています。階段のたもとにも、ほんの少しだけ残っているのです。同じ痕跡は、先ほど訪れた、東青梅駅にも残っています。上り方には、ホームが拡幅される前の痕跡が残っています。かつては、先ほどのカットに映っていた場所がホームの終端だったようです。ただしこちらの痕跡は、ホームの改築に伴って、早晩消えてしまうかもしれません。これまで見てきた工事は、いずれも既存の敷地で済むように施工されてきただけに、列車の運行に影響が出る事例は極めて稀です。ところが、実は今週末に、列車のダイヤを変更した上で線路を切り替える工事が予定されています。その舞台が、青梅線と五日市線が分岐する、拝島駅です。今私が立っているのが、青梅線の島式ホームです。下り線からは一部の列車が五日市線に乗り入れていますが、工事の舞台は、このホームのさらに隣。ここには、五日市線専用のホームがあります。工事の対象は、東京寄りのこの部分。留置線とつながるポイントを廃止して線路の曲線を緩やかにし、ホームの一部を拡幅する予定です。こちらのホームは重量対応となっていますが、将来的には留置線の跡地にホームを延伸し、12両対応になるようです。ホームのうち、拡幅される部分の仕上げは仮設のものに切り替わっており、線路の横にはバラストや枕木が用意されています。この工事は、来たる11月13日と翌14日に行われます。朝夕を中心に時刻変更が生じ、直接関係ない八高線にも影響を受ける列車が数本あります。そして特筆すべきは、ホームの一部を改築する工事でありながら、工事期間中もホームが共用される点です。現在上り方に寄せて停車する6両編成は、工事中は下り方に寄せられ、営業線に影響が出ないようになっています。現在ある設備を活用し、極力運休を避けるのは、一連の工事に共通する流れです。あまり注目されることなく進む工事ですが、今後も追いかけていきます。
ご視聴ありがとうございました。